こんにちは、メイです。前回は自宅裏に港を作ったので、今回はその続きでこの2段目から見える円形を作っていきます。どんな円形を作っていくのか気になる方はぜひチャンネル登録をポチッとお願いいたします。今回作っていくのはこの港から後ろ側に行ったところです。砂浜に花が咲いていますが、ここは面倒なのでそのままにしてあります。さすがに木はクリエイトの妨げになるので片付けていきます。踊ってる間に片付けました。ここに山と海を作っていきます。以前作った海を拡張していきます。まずは砂地を作って大体の砂浜の位置を決めていきます。今日は案内所の裏に作った海を拡張して、その海の橋処理をする感じですね。海と陸地の境目はどうなっているのかということを知らない人生だったので、今回かなり調べました。海に行っても海の橋を見るということをしたことがなかったので想像つかなかったんですよね。私が Google 先生に聞いた限りだと、海の橋はだいたい3つ、砂地、崖、岩場という感じでしたね。詳しい名前があるのですが集まりには関係ないので今回はスルーします。今回の橋は砂地と岩場の予定です。大体の形ができたので次は山を作っていきます。海の横に崖があってもそういう地形が世の中にはたくさんあるみたいなので安心して作っていきます。海と海に囲まれた地形ですね。よくこの西側の河口でじゅんくんが歌っていますが、残念ながらこの場所は潰していきます。今回は全く地形を生かすなどしない強行開発派なので、住民からの反対の声が上がりそうですね。島クリエイトは島主の一存で全て決まってしまうので申し訳ないのですが、住民には不便な思いをさせてしまうかもしれません。海を作っている時点で察しですけどね。崖はそんなに大きくなくていいので、横3から5マス、縦15マスもあれば写真に山を収めるには十分だと思います。崖と砂浜の下地が大体できました。崖側に少し緑を残したいので砂浜を削って内側に拡張していきます。ヤシの木は砂浜でも大丈夫ですが、今回は他の木も植えるので地面が緑の方が自然っぽいかなと思って砂浜を削っています。削った分だけ内側の砂浜を増やす感じですね。とりあえず大きめに崖側に緑を残しておいて、後でまた砂浜を調整していきます。発売当初からつもりをやっていますが、山を作ったことがなくてかなり手探り状態でやっています。初めて山を作るのでちょっと効率が悪いですね。何を作っているのかわからない状況ですが、ここから山を作っていきます。崖と崖の間に3マス開けて木を植えられるようにします。崖側の側面を隠すために木を植えていく準備です。木は最大サイズのものを使っています。木が植えられないところはシマトネリコを置きたいので崖を少し削ります。山なのでシマトネリコの台座はブラウンです。通れなくなりました。利便性はゼロです。2段目に木を植えるために少しだけ拡張します。円形を作る時の木の植え方は手前にある木と同じ縦列に植えてもずれて見えるので安心して同じ列に植えます。手前は大きく遠くに行くほど小さくするのと、左側が高くなる想定なので左側を大きな木を植えます。常に内側の海側の木が小さくなるようにします。1段目にも木を植えるために崖を削ります。1段目は2段目にある木より小さくなるようにしていきます。植えられない時は観葉植物を置いて木を足します。よく成長の目の木を忘れてしまうので気がついた時に植えています。まだこの辺りは大きめの木です。ここから少しずつ小さめにしていきます。針葉樹の方が大きいので手前に一番大きなサイズのものを入れ替え、ちょっとずつできてきました。低木が見えないので木の根元に移動させます。見えるだろうと置いても意外と見えないのが円形作りの困ったポイントですね。山を置いて斜面っぽくしていきます。意外と2段目は少なめで良かったみたいです。1段目にさらに山を置いて斜面を作っていきます。アップデートした当初山ってどこに使うのと思っていましたが、あれから2年後に使っていますね。円形を作るのに最適アイテムだったんですね。
この辺りの木はかなり小さめにします。遠くの方に見える普通サイズの木みたいな存在感にしたいからですね。砂浜を木のギリギリまで拡張していきます。砂浜と草地を自然な感じで分けられたらよかったのですが、なかなか難しいですね。マイナスで描くにも草地の色に合わせないといけないとなると、季節ごとに描き換えるのが大変ですよね。砂地と草地の間を隠すかのように家具を置いていきます。海と陸の境目は岩場も多かったので石も置いていきます。境目を隠すのに光苔の岩がかなり優秀なことに気がついてしまいました。写真に写るギリギリな部分は遠くの島みたいな影になるようにしていきます。木の根元を隠すかのように草や花を植えます。遠くで見たら木に見えなくもないですね。この辺りに木が足りないので足していきます。植物の間からちゃんと見えるようにちょっと大きめの木を植えていきます。綺麗にもさもさっとした山が作りたかったのですが、今の私の実力だとこれが限界のようです。これで山が完成したので海を作っていきます。海の端なので海は C カーブさせていきます。写真を撮るときにも C カーブがあると構図的にも良さそうなので、なるべく C の形に近づけて作っていきます。山の端の方は海が使っている想定なので、そちらの方に海が行くようにします。写真を撮る時のことを考えながら作るのは難しいですね。波の輪郭ができたので水浸しにしていきます。適度に波のきらめきを海全体につけていきます。海に使っている想定の岩場を作ります。マイレズでもこういうところを書き込みたいですよね。海ができたので次は砂浜の飾り付けと前回作った灯台の岩のところもいい感じにしていきます。ラタン風のラグを敷きます。砂浜と同じ色すぎるので書き換えが必要ですね。季節によって砂浜の色も微妙に変化するので、同系色系の色の調整が難しいなといつも思っています。灯台の後ろに2段目を作って、いつか作るであろう道路の一部を作っていきます。それにしても毎回背景が汚いです。レイジに10ドルをしてもらわないといけないですね。ただ10万ベルなので悩ましく、結局自分でやるしかないのかと諦めているところもあります。レイアウトは後で変えますが、とりあえず置きます。これで完成です。新住民メイプルちゃんも見に来てくれました。海の端処理に山を作れへんはいかがだったでしょうか。どこまで海が続くんだろうと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。As the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.